ユウトたちは毎月30万もお金を入れてくれているのに、お前と来たら仕送りが30円。夏希さんは私の通院にも付き合ってくれるのに、お前は親を馬鹿にしたいのか。久しぶりに電話をしてきた母はかなり怒った口調でいきなり話し始めてくる。私はそんな母に聞き返すのだった。え、兄さんが自分で30万を払っているって言っているの？そうよ。夏希さんが毎月現金で渡してくれるんだから。そんな、おかしいわよ。私だって毎月30万仕送りしているのよ。は？何言ってんの？そんなわかりやすい嘘なんてつかないでちょうだい。しがない町工場勤めのあんたが30万も仕送りができるわけないでしょ？本当よ。私は兄さんに言われた通りに兄さんの口座に毎月振り込んでいるの。だからその通帳を見ればわかるでしょ？親子だからって通帳を見せろなんて言えるわけないじゃない。それで優斗が怒ったらどうしてくれるの？あんたが生活を見てくれるわけでもないじゃない。本当だってば、通帳を見せてもらったらわかることなのよ。高卒のあんたと有名大卒の優斗のどっちが正しいかなんて簡単にわかることでしょ？つまんない嘘をついても事実は変わらないのよ。母は全く私の話を聞こうとしなかったが、それでも私は母に訴える。本当に私も30万の仕送りをしているのよ。まったくあんたって子はいい年して嘘までついて、本当に情けない。あんたの仕送りなんてない方がマシよ。何度弁明しようと私の言うことには一切聞く耳を持たない母の態度に、私は子供の頃から兄と比較され続けたことを思い出していく。これ以上私が何を言っても母は兄の方を信じるのだろう。そう悟った私はある決意をし、母に告げるのだった。わかった。なら私は仕送りをやめます。ない方がいいならそうするまでです。母は私の言葉を聞いて、さらに語気を強める。嘘がバレたからって開き直るなんて本当に情けない子ね。もともとあんたの仕送りなんて当てにしてないんだから、勝手にやめればいいじゃない。母は吐き捨てるようにそう言うと、電話を切るのだった。私の名前はあゆみ。独身で一人暮らしをしている33歳だ。仕事は町工場の作業員として働いており、高校を卒業してからかれこれ15年は働いている。実家は車で1時間ほどのところにあるのだが、私は働き始めたのと同時に家を出ている。その理由は私と家族との関係にあった。私の両親は昔から3歳上の兄の優斗を溺愛しており、何でもできる兄と何もできない私といった風にいつも比べられて育ってきていた。お兄ちゃんはやっぱりすごいわね。勉強もスポーツもできるんだから自慢の息子よ。それに比べてあゆみは本当に何にもできないんだから。まあまあ母さん、あゆみみたいな女は頭がいいと可愛げがなくなるからバカなくらいがちょうどいいんだよ。それもそうよね。両親が私を虐げる発言を繰り返すためか、兄も私のことをかばうことはなく、両親と一緒に私を虐げるようになっていく。頭も悪くて可愛げもないあゆみってかわいそうだな。学校の教育に関しても、両親は兄ばかりひいきしていた。お兄ちゃんは頭がいいし、長男だから教育にはお金をかけないとね。あゆみはバカなんだから、近所の公立高校にしときなさい。わかった。母がそう言うので、私は近くにある工業高校に入ることにしたのだった。なんで女の子なのに工業高校なの？しかもあんなに偏差値が低くて柄の悪そうな学校をわざわざ選ぶなんて。そんなとこに娘が行くなんて恥ずかしくってたまったもんじゃないわ。高校を受験するときも母は私に水を差してくる。でも、どうしても学んでみたいことがあって。勝手にしなさい。優斗は都内の有名私立大学に受かったのに全く信じられないわよ。そして高校2年の時、大学進学を希望した時も私の意見は叶わなかった。ねえ、私行きたい大学があるんだけど。何言っているの？うちはお兄ちゃんを大学に行かせるので精一杯よ。あゆみは工業高校にしか行けなかったくせに大学に行きたいなんてわがままなのよ。いつまでも親に迷惑かけるんだったらさっさと働きなさい。私は両親に嫌われてしまうのが怖くて自分のやりたいことを両親に伝えられず、
大学進学を諦めるのだった。だが運がいいことに就職した工場の社長はとても面倒見の良い人で、家族とは縁の薄い私を娘のように可愛がってくれていた。それに社長は従業員の育成や資格取得もサポートしてくれていた。私はそんな社長の恩に報いるため、仕事で結果を残そうと精一杯働くのだった。兄の方も無事に大学を卒業し、大手企業に就職してそのまま都内に住んだと聞いた。両親にとっては優秀な息子が自分たちの思い通りに育ってくれたのだから、この上ないことだっただろう。優斗は大手企業に就職して本当に立派よ。それに比べて、歩みってばしがない町工場でしょ？女の子なのに汚い作業着で仕事して、そんなのを嫁にもらってくれる人なんていないんじゃない？帰省のたびにこんなことを言われるので、私はだんだんと実家から足が遠のいていくのだった。そんなある年のお正月、私が実家に帰ると、両親と兄、そして知らない女性がリビングで談笑していた。ただいま。あら、帰ってきたの？母は私が帰ってきても、そっけない返事をするだけだった。そちらの方は？こっちは俺の嫁の夏希。去年結婚したんだよ。そうなんだ。突然聞かされた事実に、私は呆然とした返事をすることしかできなかった。夏希も夏希の家族も高学歴なんだよ。それなのに、俺に高卒の妹がいるなんて夏希の家族に知られたくないから、お前には知らせなかったんだよ。私は優斗から高卒の妹がいるって聞いていたんだけど、お母さんたちにも相談して、顔合わせとかには呼ばないことにさせてもらったのよ。ごめんなさいね。そうそう、母さんたちも、あゆみは呼ばない方がいいって言ってたしさ。どうやら、夏希さんも兄と同じようなタイプのようで、初対面にもかかわらず、高卒という理由で私のことを見下してくる。まあ、仕方がないわよね。あゆみが高卒の上に汚い格好で働いているなんて、夏希さんのご両親に知られたら、優斗の結婚だって破談になったかもしれないんだから。そりゃあそうだ。その点都会育ちの垢抜けた美人の夏希さんだったら何も言うことないしな。こんな素敵な人が優斗の嫁だなんてありがたいことだよ。お母さんもお父さんも褒めすぎですよ。両親も兄と同じ有名私大を卒業している都会育ちの夏希さんのことをちやほやしている。久々に顔を出しても結局は昔と変わらず自分と兄との差を見せつけられるばかりだった。その数年後、急に兄から電話が入る。ああ、もしもし、俺だけど。どうしたの？お兄ちゃんが電話してくるなんて。実はさ、今度地元の支社に転勤することになったんだよ。昇進して支社長にも抜擢されてさ。兄のその言葉を聞くと、自慢するためだけに電話をしてきたのかと思わされていく。そう、おめでとう。すると兄は神妙な声で話し始める。それで俺たちは母さんと同居することにしたんだよ。母さんも父さんが亡くなってから一人暮らしで寂しいみたいだしな。老後の面倒も俺たちが見るつもりだ。そう、兄さんや夏希さんがいいなら私は構わないわよ。冷たいやつだな。同居も介護もしないんだったら、せめて仕送りぐらいはしろよな。独身なんだし、それなりに貯金もあるだろ。なくはないけども。なんだ？何か不満でもあるのか？今までちゃんと育ててもらってきたんだから、ちゃんと恩を返せよ。いいな。いきなりの兄の言葉に疑問を持ったのが伝わったのか、兄は強い口調でそう言い放つ。わかった。仕送りするから怒鳴らないで。私は少し納得がいかない部分もあったが、確かに親には恩返しをしないといけないと思い、兄の提案を受け入れるのだった。じゃあ今月からよろしく。お前も親孝行できて嬉しいだろう。私の返事を聞いた兄は嬉しそうに笑いながら電話を切るのだった。こうして私は母の世話をしない代わりに仕送りをすることになっていく。仕送りをしていけば、もしかしたら母も少しは私のことを認めてくれるかもしれない。そんな淡い期待も心の奥では抱くのだった。仕送りを始めてから半年が経った頃、今度は母から着信が入る。すると母はかなり怒った口調でいきなり話し始めるのだった。
あんた一体どういうつもりなの？何を考えてこんなことするのよ。いきなり何？状況がつかめない私は母に問い返す。あんたみたいな出来の悪い娘に期待なんてしていなかったけど、これはいくらなんでもひどいんじゃない？だから何の話なの？ユートたちは毎月30万もお金を入れてくれているのに、お前と来たら仕送りが30円。夏希さんは私の通院にも付き合ってくれるのに、お前は親を馬鹿にしたいのか？兄さんが自分で30万を払っているって言っているの？そうよ。夏希さんが毎月現金で渡してくれるんだから。そんな、おかしいわよ。私だって毎月30万仕送りしているのよ。は？何言ってんの？そんなわかりやすい嘘なんてつかないでちょうだい。しがない町工場勤めのあんたが30万も仕送りができるわけないでしょ？本当よ。私は兄さんに言われた通りに兄さんの口座に毎月振り込んでいるの。だからその通帳を見ればわかるでしょ？親子だからって通帳を見せろなんて言えるわけないじゃない。それで優斗が怒ったらどうしてくれるの？あんたが生活を見てくれるわけでもないじゃない。本当だってば、通帳を見せてもらったらわかることなのよ。高卒のあんたと有名大卒の優斗のどっちが正しいかなんて簡単にわかることでしょ？つまんない嘘をついても事実は変わらないのよ。母は全く私の話を聞こうとしなかったが、それでも私は母に訴える。本当に私も30万の仕送りをしているよ。まったくあんたって子は、いい年して嘘までついて本当に情けない。あんたの仕送りなんてない方がましよ。何度弁明しようと、私の言うことには一切聞く耳を持たない母の態度に、私は子供の頃から兄と比較され続けたことを思い出していく。これ以上私が何を言っても、母は兄の方を信じるのだろう。そう悟った私は、ある決意をし、母に告げるのだった。わかった。なら私は仕送りをやめます。ない方がいいなら、そうするまでです。母は私の言葉を聞いて、さらに語気を強める。嘘がバレたからって開き直るなんて、本当に情けない子ね。もともとあんたの仕送りなんて当てにしてないんだから、勝手にやめればいいじゃない。母は吐き捨てるようにそう言うと電話を切った。母の態度、そして嘘をつく兄へ怒りを爆発させた私は、実家の電話や兄、母の携帯番号すべてを着信拒否にする。もう二度と実家と関わらないようにするために。それから2ヶ月後、私が仕事をしていると、突然工場の入り口が騒がしくなる。どうしたのかと思い様子を見に行くと、そこには母と兄の姿が見え、私は慌てて声をかけるのだった。ちょっと、お母さんも兄さんも、なんで私の職場に来てるの？仕事中は迷惑だから帰ってよ。あゆみ、連絡が取れなくて心配していたのよ。会えてよかったわ。母は今まで聞いたことのないような声で私にすがってきたが、そんな母を私は冷たくあしらう。今更何の用なの？兄さんまで一緒についてきて。私だって仕事中なんだけど。母さんに向かってそんな冷たい言い方ないだろ？それにお前が仕送りをやめたせいで、うちは今かなり大変なんだよ。兄は私の母への態度や仕送りのことを咎めてきたが、私は反論する。やめていいって言ったのはお母さんなのよ。私の仕送りなんていらないって。だから仕送りをやめたのよ。仕送りの件については私たちが悪かったわ。あゆみのことを誤解していたのよ。今私たちとても生活が苦しいのよ。だからあゆみに助けてもらいたくって。私の言葉を聞いた母は塩らしく懇願してきた。しかし、そんな母を私は冷ややかな目で見下ろす。兄さんたちに助けてもらったらどうなの？それが、ゆうとは仕事を辞めていたようなのよ。次の仕事もまだ決まっていなくて。何よそれ。有名私大卒の俺のことをまともに評価しない、あの上司が悪かったんだよ。だから俺は辞めてやったんだ。は？どうやら兄は仕事を辞めたことで実家に帰ってきたようだった。だからこそ私の仕送りが欲しかったのだろう。こんな状態で私の年金だけで生活していくのは厳しいのよ。あなたの言うことを聞かなかったことは反省しているから、また仕送りを再開してちょうだい。
母さんもこう言っていることだし、仕送りの額は前と同じでいいからまた再開してくれよ。お前だって育ててもらった恩を母さんに返したいだろ。そうよ。私は歩みのことを今まで一生懸命に育ててきたでしょ。その恩を返してちょうだい。母さんの自分勝手な言い分に呆れ果てた私は、彼らをしっかりと見据えながら話していく。私も恩返しのつもりでお母さんに毎月30万も仕送りをしてきたけど、信じなかったのはお母さんでしょ。今更そんな風に言われたからって仕送りを再開するわけないわよ。だが母はそれでも自分たちの都合ばかりを押し付けてくる。だって町工場なんかで働く歩みに毎月30万も払えるわけないと思って、それにあなたが払っているっていう証拠もなかったから。私は兄さんの通帳の履歴を確認してって言ったでしょ。聞く耳も持たないで怒ったのはお母さんの方じゃない。あの時は仕方なかったのよ。優斗が大手企業に勤めているって思っていたから。でも今は歩みのことを信じているわ。ずっと連絡も取っていなかったのに、今更私のことを信じるなんておかしいでしょ。そんなことないわよ。あゆみは最近テレビに出ていたでしょ。すごい金属を開発して会社が大きくなったって。さすがじゃない。やっぱりあなたは私の自慢の娘よ。そんなに会社に貢献しているんだから、給料だってかなりもらっているだろ。それだったら少しぐらい仕送りしてくれたっていいじゃないか。私が発明した金属ゴムは自動車などへの応用もできることから、現在大手自動車メーカーと特許取得に向けた共同開発が進んでいる。その関係で受けたテレビ番組の取材を母たちは見たのだろう。確かに取材は受けたけど、私の給料なんてお母さんたちには関係ない話でしょ。母や兄の勝手な言い分に呆れた私の口からはため息が漏れる。何を言っているんだ。両親が学校に行かせてくれたおかげでお前の開発だってできたんだ。その分は母さんに還元しろ。私が薄くて強度の高い金属ゴムの開発ができたのは会社のおかげよ。そこにはお母さんたちの助けなんて少しもないわ。反論する私が気に入らないのか、母たちは一斉に怒号を響かせる。別に全部よこせなんて言ってないだろ。給料の半分でもいいからちゃんと親孝行しろ。そうよ。家族なんだから困っている私たちを助けなさい。あんたなんか嫁のもらい手もないんだし、お金なんて持ってても仕方ないでしょ。とにかく、私は仕事中なの。迷惑だから帰ってよ。相変わらず私の話などは聞かず、好き放題に言ってくる母たちに帰るように訴えるが、人の話を聞く気配は全く感じられない。するとある人物が私たちに声をかけてくるのだった。あんたたち、うちの大事な社員に迷惑をかけるのはやめなさい。社長、家族が騒がしくして迷惑をかけて申し訳ありません。やってきた人物はこの会社の社長だった。私は焦りつつ社長に謝る。あら社長さん、この子が開発した金属がこの会社の役に立っているんだったら、この子のお給料を私たちの口座に振り込んでください。この子がすごい金属を開発できたのも、育てた私のおかげでもあるんですからね。私が社長に頭を下げている横で、元凶であるはずの母は悪びれもなく社長をけしかける。そうですよ。あゆみは出来の悪いやつですけど、俺たちが厳しくしたおかげで、ここでもまともに使えるようになったんですから。母と兄はまだ私の仕送りにすがろうと、社長にまでお金の無心をしてくる。そんな二人の言葉を聞いた社長は、厳しい口調で話し始めるのだった。あゆみさんが金属の開発をできたことは、あなたたちのおかげではありませんよ。は？何を言ってるんだよあんたは。あゆみさんが開発した金属は、うちで働き始めてから研究したものです。もちろん研究費用は会社から出しているので、あなたたちからの助けなどは一切ないものです。それはそうでしょうけど、でも、あゆみを学校に行かせてあげたのは私ですよ。確かに、学校で学んできたことは開発に活かせたかもしれない。だが、その開発はそれだけではなく、彼女がここで努力を積んできた証拠でもあるんです。社長。それを勝手に自分たちの功績みたいに語らないでいただきたい。社長が母たちに一喝すると、母たちは萎縮し、下を向く。
そんな母たちに私も告げるのだった。社長の言う通りよ。私の給料がどれだけ多くても、お母さんたちに仕送りする理由なんてもうないのよ。あゆみさんの言葉を聞いたでしょ？これ以上うちの社員の時間を奪うなら、業務妨害で警察を呼びますよ。警察という言葉を聞いた母たちは、悔しそうな顔をしながら逃げていくのだった。その後も、兄は辞め癖がついてしまったのか、新しい仕事を見つけてもすぐに辞めてしまい、収入が安定していないそうだ。夏希さんも専業主婦のままで働こうとせず、母の年金だけで3人は生活を続けているらしい。そんな状態で生活を続けることは難しかったようで、結局自宅を売却することになったようだ。今は狭い 1K アパートで3人でひしめき合って暮らしているらしい。一方、私は職場に迷惑をかけたこと、これからも母たちがやってくるかもしれないことを懸念して工場を辞めようと社長に伝えた。だが社長はこれからもこの会社で尽力してほしいと伝えてきてくれたのだった。今後は海外進出のための技術者として現在アジアにある国に海外赴任をすることが決まっている。今はその準備で大忙しだが、こんな私に本当に良くしてくれる社長に恩返しをするために、これからも自分の技術を磨いていきたいと心に誓うのだった。